きまちゃんの裏科学講座。わー。はい、こんにちは。アナリティクスの解析から、ルプ主脳内のおじさんに刺さるキャラコンテにて選出され、同キャラで実際の声の人が配信してるけどそちらとは一切関係ない、中の人が喋らないタイプのフリー素材の野生の VTuber、めいめいひまりこと、きまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。では早速今回のテーマに入っていきましょう。本日のびっくりドッキリ科学はこちら。ミジンコは防御反応で頭を尖らせるが、変形に丸1日かかる上に普通に食われるので意味がない。草。これはちょっとしたトリビアとして有名なやつですね。ミジンコさんの立場で考えると生存に直結する深刻な問題なのですが、我々人間のスケールで考えると、その全身全霊の努力の内容があまりにもチークすぎて、しかも結局普通に捕食されてしまうというオチにコミカルさを感じるのを禁じ得ません。しかし実際のところ、この話にはどれくらい信憑性があるのでしょうか？細かく分析してみていきましょう。ミジンコを含む水生微生物の研究は昔からバチクソに人気なテーマなので、単一の知見単位でまともに論文を追っかけていくと作業量的に死ぬということが分かったため、今回は思考を変えてダイジェストみたいな感じでお送りします。だいたい1960年代頃から、ミジンコ学者さんたちはこんなことを考えました。まあ、おるおる。めっちゃうじゃうじゃおる。嫌でつね捕まっちゃいましたね。ミドリムシにゾウリムシにアオミドの水生微生物はほんま多彩な生態系やな。なんやこいつ。ミジンコに見えるけど、なんか頭が尖っとる。奇形か？新種か？新種ではないみたいやな。それに奇形にしてはやたらいっぱいおる。ミジンコは何らかの要因で形態変化をするみたいやな。しかし頭をちょっと尖らせるだけのことに何の意味があるんや。見た限り、形態以外に特に通常形態との違いはないけど、これは多分あれやな。季節とか気温の違いとか光需要とか性質でこうなるようになっとるんやろな。いろいろ調べてみたが、いまいち原因がはっきりせん。もしかして生態系的な要因があるんか？明らかに意味なさそうなんやが、捕食者への防御反応やったりとか。こいつらめはかなり悪い仕事も聞こえんから、触覚頼りの嗅覚とか触覚が主な外界との接点や。特に外敵がそばにおるいう信号は嗅覚が主なはずやから、そっちで調べてみるか。捕食者となる外敵から出る化学物質をミジンコのおる水槽に注入したら、実際には外敵がおらんのに頭を尖らせるった。これは生物的な防御反応で間違いなさそうやな。いやが、頭尖らせたのを外敵のおる水槽に入れると普通にパクパク食われとる。しかも変態が完了するまでに丸1日かかっとるし、マジでこいつらなんやねん。やる気あるんか。でも、ミジンコってかなり古い種やからな。生物界でこれだけの長い間形質として残っとるいうことは、何らかのメリットがあったはずや。ちゅうことは、個体レベルではあんまりにないように見えても、周遊スケールでは有効なんかもしれん。ミジンコってうじゃうじゃおるしな。よし、統計取ってみるか。やっぱりそうや。通常の状態と尖った状態のミジンコでは、対捕食者いう観点では生存率に明らかな優位差がある。つまりこれは紛れもないミジンコの生存戦略やったわけやな。しかしそうやとすると、今度は頭を尖らせただけのことにどんだけの有効性があるのかが謎や。これについても考えてみるか。なるほど。ミジンコはメダカなんかの小魚にも当然パクッとやられるが、それよりも大敵となるのが、よりサイズが近く数も圧倒的に多いノーフラ系の昆虫の幼体や。こいつにターゲットを絞って検証すると、顎の構造的に尖ったミジンコの方が捕食されにくく、
また、幽体力学的な作用により食いつかれる前に逃げやすくなるみたいや。外機能が単純で個体としてはクソ雑魚な反面、リソースを繁殖力に振って数のみで種としては生き残ってきたわけやな。全く意味がないなんてとんでもない、バチクソに有効な生存戦略や。何も分からずに勝手に無駄な努力扱いしてごめんね。賢いでちね、偉いでちね。これが、ミジンコが頭を尖らせることについての研究の大まかな流れとなっています。見てわかる通り、ミジンコが頭を尖らせることに意味がないというのは完全に間違いで、種というスケールで見ると非常に合理的な獲得形質だということがわかります。誰ですかミジンコさんを笑った人は、先生怒らないので正直に言いなさい。さて、食材が済んだところで、詳しく解説していきます。ミジンコが頭を尖らせるという現象についてはかなり昔から知られており、少なくとも1960年代には専門書に一般化された知見として記載されていました。しかし、この時点ではそれは動物プランクトン共通の形態輪廻や日周延直移動として、季節や時間によって周期的にただ変化するという理解にとどまっていました。そこでこのようになる原因について、温度や日照時間などの要素が原因とみられ、そちらの方面で数多くの研究が行われましたが、決定的な証拠を得ることはできませんでした。そのため1970年代頃に入ると、捕食者から身を守るための生態学的な適応ではないかとの考えが広まり始めました。これもまたなかなか有効な知見を得るのに難航しましたが、1980年代には、ついにミジンコが天敵の一つとなるフサカの幼虫が分泌する化学物質に反応して頭を尖らせていることが確認されました。この知見は同時に1970年代に提唱されていたカイロモンという生体物質分類を裏付ける知見の一つともなりました。ついで、ここから間を置かずに頭を尖らせることに何の意味があるのかということについても説得力のある研究報告が登場しました。ミジンコの最大の天敵はいわゆるボウフラと呼ばれる各種科の系統種の昆虫の幼虫ですが、そういった幼虫の顎の形状は通常のミジンコよりも頭の尖ったミジンコを捉えにくく、また体が流線形に近づくことで推進効力の増加、乱流中での姿勢安定性およびそれら効果による消費エネルギーの効率化などの効果が得られ、捕食される前に微妙に逃げやすくなるという流体力学的な作用もあり、個体レベルで見ると割と簡単に食べられはするものの、集団として見ると統計的に生き残りやすくなるという研究結果が報告されました。天敵3視点で分かりやすく例えると、通常攻撃ワンパンで倒せてたモブが、クリティカルが出ないと倒せないようになり、また、狙ったやつ以外が微妙に早く逃げるようにもなり、まあまあ普通に捕食することはできるものの、狩り効率は確かに低下するみたいな感じですね。この知見は、追試を含める維持の研究でも同様の結果が導かれる傾向が強く、1980年代後半頃までにはミジンコ学者さんたちの間では固い知見として周知されるようになり、近年では、カイロモンとしての作用基準などより具体的な領域についての研究や、ミジンコ種のサイズなどの違いによる効果や形態変化応答の際のメタ解析など、より広く深く多角的に研究が進められています。そんなわけで、ミジンコが外敵の脅威に対して頭を尖らせるという現象について、普通に食べられてしまうため意味がないという話は間違いであり、ミジンコさんたちにしてみるとめっちゃ重要な意味があったということになります。この話の出所は、おそらく1970年代以前の時点の古い文献の知識をそう解釈してしまったか、そういう見方も過去一部にあったという文脈を勘違いしたものが広まったものと思われる、と、詳しく調べるのがめんどくさいのでそれっぽい考察を当初していましたが、動画に貼っつける画像を検索していたら超有力候補が偶然見つかりました。もう絶対これで確定だろ。2000年代頃のバラエティ番組で、嘘は言ってはいないのですが、細かい部分まで全体の文脈を把握しないとそういうイメージになる演出がされ、これが定着したものだと強力に示唆されます。よくよく考えると、ミジンコのことなんて大多数の人にとってどうでもいいですし、その存在すら知らない人も結構いることでしょう。
そこにマスメディア経由で検証がなされ、専門家も出てきて一面的にはそうだと言われれば、その筋の人かよほどひねくれた人でもなければ演出の通りに信じてしまうでしょう。でも、厳密ではありませんが先生その演出好きです。今回の参考文献は、概要欄に適当に貼っておきます。暇な人は見ておいてください。なお、この話はネタとして一般会話で使用されることは十分によく考えられます。どんどん話のネタに使ってミジンコさんの名誉を挽回してあげてください。なお、場所やタイミングや力関係を見誤ると、ミジンコとカップリングしたあだ名が付けられてしまう恐れがありますので、用法用量を守って正しくお使いください。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、いや、やっぱり登録してくださいお願いします。あといいねと、俳句とかいう機能がついたみたいなのでそちらもよろしく。あと、学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、であった知らない人に宣伝しておいてください。